今回のプラブレンドは子供作業員が好きそうな近接戦闘を主体としたガンプラをミキシング制作していきます。どうもプラブレンドの大人作業員です。今回のベースキットはこちら。買えない時代でも比較的に買える HD ガンダムバルバトスループスレックスをベースにミキシング制作していきます。そして他に使用するキットはこちら HD ゴッドガンダム、こちらも使用します。近接戦闘といえばこの機体ですよね。さらに HD ウィンダムなど前回の余りパーツも使用して制作していきます。このチャンネルでは主に子供作業員が分度とし終わったガンプラたちをミキシング復活させるチャンネルです。子供作業員へのミキシングアドバイスがあればぜひコメントを。さらにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、早速頭部などの回収を行っていきます。ループスレックスは狼の王を意味するみたいですので、今回はゴッドガンダムとのミキシングのため狼の神を目指そうと思います。頭部アンテナのシャープ化をします。そしてウィンダムの頭部アンテナを追加。さらにビルダーズパーツのアンテナ追加。これで狼のたてがみ感を出していきたいと思います。胴体の回収改造です。エネルギーマルチプライヤーゲートをですね、あえてメガ粒子砲が発射できるイメージで使用したいので、ゴッドガンダム胸部をベースにループスレックスの胸部横などのパーツを取り付けていきます。干渉するところを活用してゴッドガンダムの胸部に固定できるように加工します。こんな感じですかね。彫刻刀や筋彫り道具などを使用して同様幅で穴を開けて仮固定できるようにしていきます。こちら道具気をつけてくださいね。怪我のないようにお願いします。はい、取り付け完了しました。しかしですね、元キットの取り付け箇所が干渉し保持力に問題がありましたので 3mm プラボを胸部横に取り付けます。はみ出した部分などはヤスリで整えて処理をしておきます。これで大丈夫そうですかね。 3mm プラボは本当に便利ですね。毎回登場してますね。こちらランナーとかでも代用できますかね、おそらく。続いてバックパックを回収改造します。まずゴッドガンダムのコアランダーの羽部分に肉抜き穴がありますので、こちらを今回は瞬間接着剤で埋めていきます。今回この方法は少し失敗だったと思います。粘度が高く奥まで流し込めないことにより奥が空洞になり、ヤスリがけをすると穴が開いてしまう。また瞬着を使う、処理すると穴が開く、この繰り返しでしたね。時間かかってしまいました。なんとか今回は OK です。このままコアランダーを取り付けてもよかったのですが、もっといかつい感じにしたかったのでループスレックスのバックパックを取り付けます。ピンバイスで同型の穴を開けて取り付ける方法でいきます。装着完了です。続いてコアランダーの羽をループスレックスのバックパックに取り付けられるようにします。もう大胆にバサッと切っちゃいますね。分割した羽を差し込めるようにバックパック内部の干渉をするところを削ったり切り落としたり差し込めるようにします。この状態ですとまだブラブラですね。差し込めますが。というわけで保持力と可動を確保するためにバックパック内部にポリキャップを仕込んでいきます。このようにパーツ内部ですので大雑把に接着剤で固定するだけで、これで羽の角度も変えられるようになりました。続いて腰部の回収と改造です。リアアーマー裏がスカスカでしたので裏打ちをしていきます。プラ板を接着して切り出してデザインナイフなどでパーツの形に合わせるように処理します。デザインナイフ気をつけてくださいよ。あらかた形状ができたらヤスリなど処理していきます。プラ板を貼っただけでは寂しいですので、もちろんモールドなどを追加していきます。今回は筋彫りを追加します。それっぽいデザインを下書きしてラインテープと毛書き針を使用して追加していきます。毛書き針で毛がいた場所を筋彫りカーバイト 0.15mm でしっかりモールドを彫り直しておきます。力をあんまりかけないようにゆっくりやっていきましょうね。
そして大体のモールドが彫り終えましたら、プラチップを貼り、凹凸感を出してそれっぽい感じにしていきます。フロントアーマーなどもプラ板で追加装甲をつけていきます。今回はウェブさんのディティールパンチを新たに購入したので、どのような感じか試してみたく使用しました。フリルみたいでしたね。続きまして、脚部取り付け軸の加工です。ゴッドガンダムの脚部は古いキットですが、可動域が良好な方だと思うんですけど、ループスレックスの脚部を取り付けると干渉する箇所がありますので、膝立ちなどができません。こちらのように大胆に軸を切り落として軸に真鍮線を通して位置を下げる加工をします。強度が必要なところですので、こちらのように真鍮線も使います。元の部分にもピンバイスで穴開けました。こちらに真鍮線を通して軸を2つ取り付けて、高強度の瞬間接着剤でしっかり固定します。稼働できるようにするのはもちろん、軸を数ミリ下げることにより足長効果でさらにループスレックスの異形感を高めることもできたと思います。はい、このように最後に流し込んで取り付けて、はい、これで脚部の稼働も大丈夫ですね。問題なさそうです。ワン部の回収と改造です。 G セルフの型パーツを使います。ここでもループスレックスのパーツを取り付けていきます。同様の幅に穴を作っていきます。片側は大胆に切り落として差し込み口を作ります。はい、取り付け完了です。しかしこれだとガタつきがありますので、完全に固定化しようと思います。瞬間接着剤で固定してもよかったんですが、塗装がめんどくさそうだったので、プラ板を貼り付けて挟み込んで抜けないようにしました。これで OK ですね。さらに肩パーツに穴を開けて、ループスレックスのサイドアーマー、おそらくスラスターでしたっけ、これを取り付けて上半身の推進力を上げて格闘戦時の殴りパワーアップを想定して取り付けます。これが稼働するような感じですね。はい、既存のループスレックスの腕だと肩アーマーとの取り付けができません。そこでこのようにウィンダムの腕パーツを使っていきます。軸の部分を切り落としてループスレックスの腕に取り付けて、さらに真鍮線を通して強度の確保をします。これで取り付けられるようになりましたね。軸を使うことにより脚部同様若干の腕長加工も同時にできました。続いてゴッドフィンガープロテクターを手首付近に取り付けていきます。ループスレックスの爪がさらに増えるイメージですかね。こちらも干渉するのでデザインナイフで削っていきます。皆様取り扱いには本当気をつけてくださいね。大人作業員は最終的にはリューターで削りました。それが一番早いです。はい、これで干渉はなくなっております。こちら穴が開いてしまったところはプラ板で埋めていきます。同様のサイズに切り出して、隙間は瞬間接着剤などで埋めて表面を整えていきます。片側はプロテクターで隠れますので完全には埋めませんでした。これで大丈夫ですね。ゴッドフィンガープロテクターの取り付け差し込み口を作っていきます。プラ板で差し込み口同様の幅に切り出してワン部に接着していきます。もうシンプルにこれで OK にしちゃいます。武装類を作っていきます。ループスレックスの特徴的なテールブレードの後はめ加工をしていきます。まずは大胆に取り付ける箇所を斜めに切り落として、ヤスリ掛けなどを行って微調整しながらはめられるようにしていきます。後はめする箇所は接着する前にこのようにはめて1回確認しながらやっていった方がいいと思います。ちょっときつめですが、これでいいでしょうかね。テールブレードの根元にはループスレックスの大型メンスの絵を取り付けます。はい、いきなり登場しました。こちらは QHG ディスティニーガンダムの光の翼エフェクトパーツです。テールブレードをビームランス、大型のビームランスですね、にしようと光の翼をビーム場に見立てるために加工していきます。クリアパーツですので、このようにパーツに当てて切り取り部分を下書きしていきます。こういうガンダムマーカーとかこういう時に
便利ですよね、意外に。はい、こんな感じで切り取ってくっつけようと思います。はい、切り落としました。そしたら瞬間接着剤などで、固定しちゃって、だいぶ荒れますんで、そこはパテなどで埋めて加工して終了になります。こんな感じになります。ほぼ最終工程になっていきます。各種にループスレックスのパーツを取り付けていきます。胸部が少しボリューム感がない感じでしたので、フロントアーマーを取り付けようと加工します。はい、サクッと差し込む口を作り終わりました。はい、それではエアブラシで塗装していきます。今回も艶消し目的ですので、ヤスリがけは400番程度なのでサフェサを使用します。メイスなど大型パーツは圧力を上げて塗料全開で一気に塗っていきます。おしゃーっと。新しく購入した塗料も使っていきます。スーパーリッチゴールドですね。使用した感じですが、結構薄めていない状態でシャバシャバした塗料でしたので、薄め液は通常より少なめに入れました。試し拭きは一応した方が良いと思います。このように落ち着いたゴールドですので、あまり主張しない感じでいい塗料ですね。さらにスーパージェラルミンも使用していきます。こちらはパイプ部分など部分的に使用していきます。こちらの色も結構メタル感が強いというか、今までのシルバーより結構お気に入りの塗料になりそうです。大人作業員の修行の時間です。マスキングで塗り分けしていきます。ループスレックスの爪はマスキングしててぶっ倒れると思ったくらい大変でしたね。フレーム系はガンメタルで塗装していきます。実はですね、まだ子供作業員にどの色にするか聞いていなかったので、フレーム系はとりあえず子供も好きそうな色で塗装しています。はい、塗り分けチェックしていきます。もう複雑な箇所でしたので、多少のはみ出しは目をつぶります。はみ出した部分は後でリターダーで薄めた同様塗料で筆塗りで修正しておきます。この大人作業員のレベルなら上出来です。はい、パイプ部分は楽勝ですね。楽勝です。それではアーマーの塗装をしていきます。やっとメインカラー色が決定しました。何色にすると聞いたところ、青。この一言のみでしたので、ブルケの色を塗り分けながら塗装していきます。子供作業員がですね、この頃ゼータガンダムを見ていることもあり、ガンダムマーク2やゼータガンダムの影響が強かったみたいです。ですのでティターンズカラーなども使用していきます。もうゼータガンダムを見たことにより、子供作業員がこの頃何ですか、口癖が増えまして、修正してやるって言うんですよ。ですので私もね、ビクビクしながら生活してます。それではビーム刃の塗装です。大型のビーム刃ですので、単色だととても安っぽい感じになるので、頑張ってグラデーションをかけていきます。まず蛍光グリーンを塗装します。このようにしっかり塗っていきますよ。そして終わったら根元部分よりホワイトを薄く少しずつ塗装していきます。このようにグラデーションをかけます。はい、ブルーばかりだと味気ないので、大人作業員の独断で部分的に赤系を入れていきます。小豆色ですね。3色目のブルーになります。もちろんゼータガンダムのブルーを使っていきます。このブルーで子供作業員も納得してくれると思います。色ですね、このブルーは。これからもちょくちょく使っていこうと思います。はい、墨入れと部分塗装です。ゴールド系にはダークブラウンを使用していきます。ブルーなど黒いパーツなど、そこら辺は全部ブラックで墨入れします。部分塗装はシルバーで筆塗りしていきます。この時は息を止めてプルプルしないように頑張って塗ります。 OK ですかね。デカールも貼っていきます。今回は実はマスキングを結構やりましたので、濃いめの色が多かったですかね。ですので白をメインに貼っていきます。
最後につや消しトップコートをしてからラピーテープなどでセンサー部分の表現をしていきます。はい、組み立てを行っております。今回は狼の神様をイメージしましたが、カラーリングがブルーとなりどうなることやらと思いましたが、ちょっと青い狼ってモンゴルでなんかありましたよね。チンギス・ハーンでしたっけ？チンギス・ハンガンダムですかね。おそらく子供作業員にダサいって言われて却下でしょうけどね。それでは完成披露です。あえてメイスは尻尾に見立ててバックパックに取り付けてみました。肩などにスラスターを取り付けて上半身の回転力、推進力を向上させて尻尾メイスでぶん殴る、そんな運用方法ですかね。大型ビームランスを装備した状態です。神様といえば槍ですからね。槍だったんですけどアックスですかね。これで一気に敵を投げ払います。さらに敵が群れで襲ってきた時にも全方位で戦えるようにサブアームにはビームスラッシュを持たせて1体複数もお手の物。機体名はループスゴッド、別の名をマカミ、そう日本狼の異名。古来から聖樹として崇拝され善人を守護して悪人を罰する異形のモビルスーツの誕生です。今回の作品が気に入ったりうちの子供作業員のように修正してやるが口癖の方はコメント、チャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。